はい、こんにちは。今日はですね、レッドウェットロックの皆さんにインタビューしていきたいと思います。それではまず皆さん、自己紹介の方お願いします。僕はドラムと、ボーカルの担当エルネストです。よろしくお願いします。ニコラスと申します。ギターとボーカルよろしくお願いします。僕はケンです。僕はギターの担当です。ベースのトモです。深い部分までいろいろ質問していきたいと思いますので、どんどん答えてもらえれば嬉しいですね。はい。それではまず皆さんの出身はどこですか？プエルトリコ、カナダ、ベネズエラ、ベネズエ日本。ラ。もう、どうですか？一種格闘技のような。もう皆さんいろんなところの出身ということで、そんな今のこのメンバーの4人がですね、集まってこのレッドベッドロックを結成したということなんですけど、このバンド名の由来を伺っていきたいなと思うんですけど。由来ってどういう意味？由来。嘘、分かった。まあね、皆さんすごい日本語上手なんで。なんでレッドロックの前？そうね。なんかいろんなアイディアを含めて日本に活動してるし、あと日本の旗見ると赤も入ってるし、でベッドロックっていうのはなんか島っていう意味が含まれてるんですけれども、あとまあもちろんロックやってるし、あと少し名前作る時もなんかいろいろ話したなんかどんな色とか。そうだね。グリーンとか緑もなんか言ってたけど、なんかまあそう不思議な話だったんですよ。まずはこちらハードロックやってるんですよ。はい。でもハードロックスペイン語で言ったらピエデラドゥーラという意味なんですね。でピエデラドゥーラって昔にあったアニメ、スペイン語でイカピエデラなんだけど、英語でフリンストン。そこのフリンストンズの中でピエデラドゥーラだと。ベルロックという町の名前なんですね。From the town of Bangkok, we're a jabba jabba do a hey. そう、それでみんな聞いたことあるよ。それでベルロックいいなと思って、それでどうしようかなってなんかコンビニの前に飲んでたんですよね。はい。渋谷。いつも渋谷のコンビニの前で飲んでて。横浜でも。定例会です。で、なぜか。横浜のベッドロック、横浜のベッドロック。そうね、そう。で、その時なぜか、誰もいないところで、緑のストローが転がってきた。コロコロ。でも誰もいない。なんだよこれ。じゃあ、グリーンストロー。グリーンストローっていう名前しよっかみたいな。でもおかしいよ、とか。それでなんか、グリーンベルロックみたいな感じの話になって、でもなんかグリーンおかしいよって、それでじゃあ赤にしようよって。赤、日本の色は赤だからっていう。そんな日本のその象徴も入れてもらって、バンド名に入れてもらったってことなんですけど。しかもレッドベッドロックの D と B をくっつけて、デシベルという意味もなるんですね。音楽と音という意味で。ストローの話全然覚えてないんですけど。飲んでたからね。全然覚えてない。頭の中だけ。そう。トモはもういい。そんな、すごいもう今聞いてるだけでも、とても仲のいい感じが出てるんですけど、その4人が出会ったきっかけっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど。僕はニコラスとやった時に、多分5年前ぐらいでしたし、そうぐらいかな。渋谷で飲んでて、彼がギター持ってて、で、それで、なんかうまいな、ギターがうまいなって、言いかけたら、で、それでなんか、すぐ仲良くなって、でも彼はしばらく、その後しばらく日本にいなかったんですけど、また戻った時に、違うバンドを組んで、で、それでもっと仲良くなったんですけど、で、ケンはもともとバンドやってて、ラテン系のバンドやってて、で、そのままそのバンド解散したら、そのまま二人でまだ残ってたんですけど。そう、一回なんか、そう、二人で、なんかスペイン人のボーカルとなんかカバーバンドみたいなのやってて、で、彼が何のカバーバンド？いろんなカバーバンド、ニルバーナとか、ACDC とかいろいろやってそう。それ、ちょっと前ね。で、それで彼が旅行でしか来ないんですよ、日本。で、1ヶ月間だけ、1回だけライブやって、で、次また来て、じゃあ今回はね、ガンズやりたいよ。そ
とガンズやりたいねって。でもギター2人いるけどどうしようかなってもう1人。で、なんか、クレイグリストで探したら、ニコル見つけたって、あれ、友達じゃんって。そう。もうその偶然のような。そうですね。つながりがあったんですね。で、なんかベーシストを探してて、それで僕の、ギタリストの知り合いがいて、一緒にLAで勉強した友達いるよって言ったら、日本人でした。ベースやる、いいよ。じゃあもうそのコピーバンドを始めて、ガンズのコピーバンドやって。で、その時も、Kill Your Idols っていうのをガンズコピーバンドでやって、いろいろベースの人、3人ぐらい、4人ぐらいとかなんか、やってたけど、でもやっぱりトモが、うまいな。そのスペイン人のボーカルのカーロスっていう書いたら、なんか、これからバンド作ろうか。で、その時は、トモ、どうもうね、全然国籍も皆さん違いますし、出会ったきっかけはそれぞれ今あるっていう話だったんですけど、その4人が、バンドを結成して、どういう音楽スタイルで今後行こうと思って、今、動画を見てくれてる方々は、レッドベッドロックがどういうメンバーなのかなってすごい気になって今見てもらってると思うんですけど、それが詳しく分かるようなちょっと説明をしていただきたいなと。音楽スタイルですね。自分たちの今後の音楽スタイルですね。難しいですね。そのガンズがきっかけでっていう部基分本的になんですけど、はハードロックなんだけど、要するにさっき言ったように出身がみんな違うので、インスパイア、影響を受けてるのも違うから、例えばラテン系とか、ハードロックの、J-POP もあるし、そういうのをうまくこう入れて、スペイン語の曲だったり、英語の曲だったり、日本語の曲だったりミックスしたのかな。もう新しいジャンルみたいな感じですよね。目指してるところ。作りたいな。作りたいな。作れたらいいなっていう。結構ね、みんな同じ音楽をやってて、それで出会って、その音楽をやるっていうのは結構聞く話なんですけど、こんなに、国籍も違う、やっていた音楽のジャンルも違う。だけど、その一つの音楽を作っていこうっていうところだと思うんですけど、ぜひ、レッドロックのファンの人たちも今後の、その音楽スタイルですね、気になっているところだと思うので、どんどんこれを発信していっていただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次の質問いきます。音楽スタイルはこれから確立するっていうことと、いろんなジャンルを融合するってことなんですけど、それをみんなに聞いてもらうためにどういったところで活動してるかっていうのを教えてもらいたいんですけど。基本的には東京でライブやってるのが中心。あとは米軍基地とかで横須賀とかやったり、あとはApple Music とか Spotify とかそういうので音楽配信している。音楽配信してるそうなので、ぜひ聞いてください。全部もやってるな。YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Spotify、iTunes、Line Music、Amazon、なんでも、Yandex とか全部入ってる。CD Baby もやってますよ。CD Baby is our platform。で、ライブも、結構やってるのは、ローカル東京のバー、ワタディケンスというバーで EXK をやってますし、あと、ライブハウス、吉祥寺とか、渋谷、新宿、三茶屋、六本木とか、いろんな、そういうところもやってまして、で、最近すごい面白いのがあったんですよ。ドイツの学校でちょっと演奏してもらえないな、呼ばれて、そこでライブやったんですね。そのドイツ語を勉強しているような学校ですか？そう。ただ、そのターゲットは先生たちと、学生の PTA とか。そう、PTA とか。ドイツの方々ですか？そうですね。ほとんど。日本人も。そうそう。それ言ったらもう、例えばディキンスとか、コーペットギグスとかもやってるとか、結構カバーもよくやってる。ライブハウスやるときは、大体オリジナルレッドロックの曲とか、それは、だからもしみんな、いつもディキン作る人とか、カバーとか結構楽しく見てるとかなんか、やっぱりライブハウスも来てね。オリジナルのやつは最高。いろんなところで聴けるってことですね。じゃあ、メットロックに会うにはもう、東京都内を中心にいろんなライブハウスでやるし、そういったそのライブハウスのライブ情報っていうのはどこで
見れるんです。ホームページ、ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター検索してくださいね。そうですね。はい。で、さっき、それぞれの音楽スタイルっていうのは、多少伺ったんですけど、各自のですね、若い頃どんな音楽を聴いていたか。まあ僕の親は南米の人で、家庭はやっぱりその音楽ずっと流されてたんですけど、で、その後はMTV 見たらなんか、ドラムはかっこいいな、ドラム面白いな、で、それで始まって、で、MTV はまあもちろんみんなわかってるんですけど、なんか、もともとロック流行ってた時期からずっと放送されてるチャンネルだけど、で、それで影響がすごい大きくて、で、もちろんその80年代、90年代のバンド、ずっと聴いてたんですけど、で、その後まあ、すごいハマっちゃって、で、それでもっとドラムに集中して、で、その後、まあもちろんバンドやろうというふうに思ったんですけど。最初からお父さんはクロアチアで育ってたから、The Beatles とか、The Beatles ずっと3歳から一緒に歌って、でも多分5、6歳、まあ MTV とかも、ちっちゃい時からなんか MTV 始めた時とか、ロックバンドとか、デイビッド・ロースとか、バンヘイレンとか、いろいろ。で、お兄さんのベッドルームからなんかいつも、モーリー・クルー、ガンズ・ローセス、何この音。すげえ怖いけどかっこいい。なんか5歳、6歳ぐらいで。そしたらなんか、ロックも大好きになっちゃったとか、で、それからなんか、お兄さんもドラムやってる、弟もベースやってるから、3人音楽やって、まあずっと、ポップとロックとかメタルとか全部好きな感じで、だから、このメンバーも、なってる。なるほど。そんな感じかな。まあ僕は、まあ父親が、もともとクラシックとジャズやってて、まあピアノとトランペットやってたんですね。で、それで、まあ、子供の時に、まあ、ピアノをやらされて、で、まあその後ギターちょっとやりたいなと思って、その時まあ、ガットギターしかなくて、で、それでまあ、ちょっと勉強して、まあ、ロックとか弾いたりとかしてたんですけど、まあそこからきっかけかな。でその後はまあまあテレビとか、まあまあ同じ MTV とか VH1 とか、そういうテレビでいろいろ、まあ、メタリカとかニルヴァーナとか、まあクイーンも流行ったし、まあ、そういういろんなバンドが出てきて、まあロックいいなと思って、あんまりやってみたいですね。うちらが、まあちょうど聞いた時に、ちょうど日本だと、ビジュアル系とかがブームで、まあ x ジャパンとか、ラルクとか、まあそういうのは、良き影響で、まあ、そこから始めたのがきっかけで、まあ、そこからいろんなジャンル聴いたり、レゲエとかも聴いたり、やったりして、いろんなジャンルを含め、でもやっぱ僕が好きだった。初耳やね。初耳。意外とね、こういう機会でないと話さない。みんないろいろなジャンルとか好きとかだけど、なんかやっぱりなんか、いろいろなところからなんか混ぜて、なんか、あとさっきちょっと忘れたけど、クロアチアの、お父さんのクロアチアの、東ヨーロップの音楽とか大好きなバイオリンとかアコーディオンとか、なんか、結構、エトと一緒にも、なんか結構そんな、ワールドミュージックとかの好きとか、なんか、作るときも、作曲のときも、みんな、それ入れたいとか、なんか、もうロックなんかね、やっぱり、日本人としては、こう、まあ今、クロアチアの音楽って言われましたけど、なかなかクロアチアの音楽に普段触れることがないので、そういう音楽をどんどんこう、日本に取り入れてもらって、発信していっていただけたら、まあ、日本のファンとしても、嬉しいのかな。そうですね。ちょっと次に質問しようと思ってて、それぞれの楽器をですね、始めたきっかけっていうのもさっきの話の中でちょっとそれぞれ入ってたので、まあそれをちょっと省略して、次は今現在ハマってる音楽。まあ今、似たような感じで出てましたけど、今一番この音楽好きだなっていうのを教えてもらいたいな。最近はヒップホップばっかりですね。ヒップホップ。はい、ヒップホップですね。
最近の音楽最近の音楽、今。ラベットロックラベットロックまあそうですね、最近も僕も結構クラシック聴きますよね。昔の80年代とか90年代の曲聴きますね。最近って言ったら、まあ、フーファイターズとか、スティールパンサー。あ、スティールパンサー OK。スティールパンサーは、ニコラスが OK が出た。結構好きだよね。ショッカーまあ日本のバンドって言ったら、まあシンも結構好きし、あとロービー・ディノサウルス、聞きますね。毎日違いますね。そうね、そう難しいですし、ヒップホップ聞くときもあるし、R&B 聞くときもあるし、レゲエもあるし、ロック聞くときもあるし、最近のも聞くけど、昔のを聞く。これっていうのもないかな。マイケル・ジャクソンも聞くし、そうね、クイーンも聞くし。まあ結構みんなが知らなかったような、ことが聞けたかなと思うんですけど、最後に、まあ、やっぱこれを見ていただいている皆さんに、ファンの方へのメッセージを一人ずつもらいたいなと思います。皆さん、ロック好きな方も、ウェルカムですし、ライブ、音楽好きな方もウェルカムですし、ぜひぜひ、機会があれば、ライブに来てください。絶対楽しむんで。いや。What the Decades とかやるときも、結構カバーもやってるバックのグループで、カバーもやってるけど、ライブハウスやるときは結構オリジナルやつ、もっとフィーリング、自分のフィーリングが出てくる。まあもちろんカバーやるときも出てるけど、オリジナル見てきてほしい。すごい楽しいよ。ライブ終わったらもう一緒に遊ぶとか、でも、飲んでも、タバコ吸っても、そんな感じかな。よろしく。ロックンロール。ロックンロールうちらのオリジナルは結構オリジナルなので、まあこういう、まあ、オールミックスのジャンルというかこういうフィーリングがいろいろ入っているので、多分これなかなかないので、まあ皆さんちゃんとうちらの曲ちゃんと聴いてほしいなと思います。あともちろんライブも来て、いろいろステッカーとかグッズとかいろいろあるので、まあそれもまあライブのところでしかゲットできないので、まあぜひ皆さん聴いてください。身近なバンドメンバー、会いに行けるバンドメンバーなのでどっかで聞いたようなあれが出るでもまあ本当ワイドワイドなバンドなので、いろいろなかなか聞いたことないような感じの曲調もあると思うし、スタンダードなロックの多分耳に入りやすい曲も好きな曲もいろいろ分かれてくる、そういうのも楽しいのでぜひ聴いてください。じゃあそれではレッドベッドロックの皆さんに質問していきましたけど、もっと気になった、もっと知りたいっていう人はぜひライブ会場へ足を運んでください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。